今日はですね、フジテレビ、フジメディアホールディングス、こちらのですね、中居正広さんの問題についてのですね、第三者委員会の報告が予定通り3月31日にですね、発表されて、先ほど文書はもう全文公開版としてですね、IR 情報等にですね、アップロードされて、もう全280ページぐらいあるんですかね。非常に長文だったので、要点の部分だけ補足資料であったりとか、フジテレビの遠隔であったりとか、そういった付帯資料みたいなものはあったんですけれども、少なくともですね、性暴力の経緯からですね、その後の対応、そういったところについてですね、重点的に読んでみました。今ちょうどですね、第三者委員会、記者会見を行っている5時からですかね。で、7時から清水社長の会見があるということで、また超長丁場になりそうなんですが、変な記者がまたいっぱい入ってきて不規則発言を連発すると思うとなんかディストピアっぽい感じもしますが、とりあえずその前にですね、第三者委員会の報告書を見た感想だけをお話ししたいと思いますが、結論から言うと中居正広さんの性暴力が認定された結果となりました。守秘義務契約があるというので、中居さんの方はですね、核心部分ですね、性暴力があったとされる日のですね、核心部分に対しての開示というかヒアリングに応じなかったんですが、A さんの方はですね、応じたということで、かなり詳細なヒアリングをしたものだと思います。その結果にして、弁護士会のガイドライン等に準じるとですね、性暴力があったというふうに第三者委員会は認めております。これは今回のまず核心部分でございます。そしてフジテレビがどれだけの関与があったかという話で言うと、前々日ですかね、バーベキューパーティー、こちらの方からですね、の流れであるということも認識されていると。B 氏、いわゆる中島さんですかね。B 氏の当日の関与はなかったものの、中居さんが騙して飲食店を取るとかですね、他の人を呼ぶとかですね、一切してないのに、雨が降ってて、他のところ行けないし、場所もよく知らないなんていう嘘をついてですね、女性をA さんをですね、自分の自宅にですね、呼んでおいて、その後何があったのか知りませんが、第三者委員会は性暴力というふうに認識している行為が行われていて、その後 PTSD っぽい症状になり、それもまたちょっと、ここがフジテレビらしい、あるいはテレビ局らしい体質なんでしょうけど、二人きりであることを同意して家に行ったんだから何されたってしょうがねえだろみたいな感じのニュアンスにしか見えませんでした。その後のフジテレビ側の対応を見てると。これはちょっと現代においてはもう完全に時代遅れというか時代錯誤の認識としか言えないよねっていうような行為というかアフターケアもそういうアフターケアだったと。テラスハウスの事件の件なんかが出てきてましたけど、またこんなこと起こったら大変だよみたいな感じの、どっちかっていうと女性の命が大事だみたいなことは言ってるんだけれども、これって本当にそう思ってるというよりは会社としてこれも彼女がなんかしちゃった日にはもう会社傾くどころじゃねえよみたいな感じの対応しちゃってるんですよね。だからそこもやっぱりちょっと時代錯誤と言わざるを得ないというか、やっぱこう風通しが悪いので、それがなかなか社長までたどり着くのにすごい時間かかってる。その間に週刊誌とかですね、そういったところが嗅ぎつけてですね、記事化している。そういったところもですね、かなり詳細に時系列を追ってこの報告書は述べられております。番組を終わらせる決断ができなかったとかですね、それもやっぱりレピュテーションを気にしてですね、そういう対応をしているということもですね、認定されておって、かなりのこれはダメージが食らうだろうなというような状況でございます。多分、日枝久さん、今回取締役相談役もフジ産経グループの代表も辞任することになりましたが、金光さん、そして清水さん、こういった日枝さんの子飼いと言われているような人たちが経営陣に居座ったままでは、経営改革、ガバナンスの強化できこないよねみたいなことが結構書かれているというか、フジテレビの体質にどっぷり使っている人たちが経営をしていては、経営の透明化っていうのはできてこないよねっていうような内容に結構なっています。実は日枝さんの責任についてもかなり書かれておりまして、直接その会長社長以下の人事に、以下というか、よりも下の人事に直接介入しているわけではないですが、日枝さんに非常に忖度をしているという、そういう体質であるということが明記されております。つまり、実質的に日枝さんに忖度をしないといけないような会社になっている。それは私がフジテレビの番組にだけ出演できない、CM に出演できないみたいな話と実は同じなんですけど、放送法上の交差と称して、気に入らない人物、あるいは日枝さん
んが嫌いな人物を排除するというような、そういった運用がなされているということが、傍証としては多分あると思うんですけれども、そういった状況になってしまっているのが、今回の報告書でですね、かなり書かれているような状況になります。今回ですね、私もこれ見て、それは中井さんがどうやらこの A さんのことを以前からもう2年3年前からですね、気に入ってることがどうやらあの子呼ぼうよっていうふうに中井さん自身がですね、バーベキュー会とかに、ゴルフが雨で中止になって急遽開かれたバーベキュー会ですか。意外とこれ大事なんだなっていうのは、だから週刊誌に報道されてるのもなんとなくわかるんだけれども、この会が割と確信になっているというか、これがあったからその後の二人きりのマンションでの会合みたいなものに繋がってるのは確かにそのような感じはしました。なので、初対面あるいは2、3回会っただけの女性が業務の一環でホテルのスイートルームに行ったり、自宅に招き入れられたりみたいなこと自体がどうなのみたいな話に、それをしかもなんていうのかな、巧妙にカモフラージュしてるっていうか、ここは中井さんの自宅じゃなくて、中井さんがこういうホームパーティーとかに使ってる場所で彼の家ではないぐらいな感じに言っていたりとか、これはもう完全にこのヒアリング結果見るとちょっと騙しっぽいんだけど、もう最初から自宅に中井さん、彼女を誘おうと思って、で、二人きりになろうと思って誘っていると。なんだけどたまたま雨が降って、店が抑えられないとか、他にメンバー呼んでるけど来ないとか、呼んでないのに呼んでるって言ったりとか、みたいなところが、それで二人きりにさせられて、上下関係もあり、そこで突然、何をやられたのか知りませんけれども、不同意性行為的なことをされてショックだったというようなことが伺えるというか、だからそこで騙しちゃいけないよね。自宅に呼ぶんだったら自宅に呼ぶって言わなきゃいけないよねとか、他にメンバー呼んでないよ。二人っきりだけどいい。当然最初から呼ぶつもりもなかったのに呼んでますみたいに言ってるのはちょっと良くないよねみたいな、そういったところが結構細かり、今回の報告書ですね、非常に細かくヒアリングをした結果として出てきているというのが非常に興味深い状況でございまして、今回の報告書のインパクトで言うと、社内役員、フジテレビ出身のフジテレビプロパーというか、そこで社員としていた人たちを役員に据えて経営改革ができないというふうにこれは判断せざるを得ないし、特に上場している持ち合いの株主さんの会社なんかもこの報告書を見て今の取締役会人事について株主総会で同意はなかなか難しいんじゃないかなということで、全員が社外役員で社外からの招聘で占められるような取締役会に少なくともフジメディアホールディングスはなっていくのかな、あるいは子会社のフジテレビもなっていくのかな、そういった流れを感じさせる今回の報告書でございました。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。